皆さんこんにちは。今回は新宿駅に来ました。新宿駅は1日の平均乗降客数が世界一多い駅としてギネスにも認定されている巨大ターミナル駅です。周辺には歓楽街や家電量販店、高速バスターミナルなどが集まっていて、国内外の観光客で日々賑わっています。一方で新宿駅は迷路のように入り組んだ複雑な構造でも知られていて、迷宮駅と言われるほど目的の出口が分からずに困る観光客も多い場所です。そこで今回は観光や乗り換えの際に迷わないためのポイントや主要な目的地別の行き方などについてまとめました。新宿駅を利用する際はぜひ事前にチェックしてみてください。まずは新宿駅の全体図です。新宿駅の特徴はその巨大さ。JR 線をはじめ京王線、小田急線、東京メトロ、都営地下鉄など10路線が乗り入れています。JR 新宿駅を中心として小田急線や京王線、都営地下鉄などほとんどの路線が西側に位置しています。なお北側にある西武新宿駅は少し離れた場所に位置しています。そして地下通路で新宿西口駅や新宿三丁目駅、さらに都庁前駅とつながっています。この各路線の位置関係が分かっていると乗り換えの際に便利です。ではここからは新宿駅で迷わないためのポイントをまとめたので参考にしてみてください。まず1つ目のポイントは目的地が西口、東口、南口のどこに近いかを把握しておくということです。新宿駅は出口を間違えると正しい出口まで戻るのは非常に大変です。あらかじめ自分の目的地に一番近い出口が少なくとも東、西、南のどれなのかだけは把握しておきましょう。そして案内板をよく見ることも大切です。2017年頃に案内板が刷新され、以前よりもだいぶわかりやすくなりました。西口は緑、東口は青、南口はエンジ色とテーマカラーのようなものが作られ、直感的に認識できるようになっているので、この案内板を信じて進みましょう。2つ目のポイントは、東口、西口に向かう場合は地下へ降り、南口に向かう場合は2階に上がるということです。新宿駅は地下1階、1階、2階の3層構造になっているのですが、実質的に1階にはプラットフォームしかありません。なので駅のコンコースは地下1階または2階ということになります。JR 線では電車を降りて東口方面、西口方面に出る場合は下り階段で地下に、南口方面に出る場合は上り階段で2階に向かわなくてはなりません。例えば東口に行くのに2階に上がってしまっては永遠に改札にはたどり着きません。電車を降りてから上に行くか下に行くかが特に重要になります。参考までに JR 山手線15番ホームから東口、西口、南口の3つの JR 改札口へ向かう方法を紹介します。まずは東口への行き方です。電車を降りたら下り階段があるのでここを降りていきます。頭上の黄色の案内板も確認してください。東側の改札には東改札と中央東改札が存在します。一般的に言われる東口は東改札を指すことが多いです。途中で中央東改札が現れました。こちらは東改札とは近いですが別の改札になります。東改札へ向かう場合はそのまま表記に従って東改札方面へ向かいます。東改札に到着です。続いて西口への行き方です。マップを見てわかる通り、西口と東口はつながっているので、地下1階に降りることができれば、あとは案内板を見てその通りに進むだけです。ここが新宿駅の西改札です。
こちらも西改札と中央西改札がありますが、一般的に言われる西口は西改札を指すことが多いです。続いて南口への行き方です。電車を降りたら上りのエスカレーターがあるので、これに乗り2階へ向かいます。エスカレーターで2階に上がった後、正面のエレベーターを避けて少し進むと改札が見えます。ここが新宿駅の南改札です。南側には南改札を含め5つの改札があり、改札がそのまま地上出口となっています。5つの改札は甲州街道という広い道路を中心に南改札、東南改札があり、反対側に甲州街道改札、新南改札、ミライナタワー改札の各改札口があります。目的地に合わせて改札を変えることができたら、新宿駅ダンジョンをクリアしたと言えるでしょう。3つ目のポイントは、 JR 線から他の路線への乗り換えはとりあえず西改札へ向かうということです。 JR 線を降りて他の鉄道路線に乗り換える場合は西口から出ると便利です。小田急線、京王線、地下鉄の東京メトロ丸の内線と都営地下鉄の乗り場はどれも西口からアクセスできます。ただし他の路線とは極端に離れている西武新宿駅に関しては東口から出る必要があります。4つ目のポイントは、周りの商業施設を現在地の目安にするということです。巨大ターミナル駅では改札を出てはみたものの、現在地がどこなのか把握できないということがよく起こります。新宿駅の場合は駅の周辺をぐるりと取り囲むように百貨店や商業施設が存在するため、今いる場所の近くにある商業施設を現在地の目安にするというのも有効です。例えばルミネエストがあれば東口、ルミネ1があればだいたい南西あたり、ニューマンや高島屋があれば新南口付近というように判別できます。新宿駅で迷わないためにはこれらのポイントを押さえておくと便利です。ここからは新宿駅周辺の主要スポットを紹介します。まずは新宿駅南側周辺の主要スポットです。1つ目は新宿の高速バスターミナルを集約した場所、バスタ新宿です。日本全国への発着点で多くの旅行客、ビジネス客で賑わいます。バスタ新宿へは南改札から行くのがおすすめです。改札を出るとすぐに甲州街道という大きな通りがあるので横断歩道を渡ります。道路の向こうに見えているのがバスタ新宿の建物です。バスタ新宿は1階と2階が JR 新宿駅となっており、3階はタクシー乗り場、バス到着場所、4階が高速バス、空港バスの出発専用の場所となっています。成田空港すごいね、10分に1本。すごいね。バスタ新宿は新南改札または甲州街道改札から出るとさらに近いですが、こちらは改札までの出方がやや特殊で迷ってしまう可能性があります。そのため慣れないうちは南改札から出るのがおすすめです。続いては新宿サザンテラスです。新宿サザンテラスは JR 新宿駅南改札から徒歩約1分の遊歩道。駅近でアクセスに優れていながら最先端グルメや人気ショップが集う注目のスポットです。新宿サザンテラスへは南改札から行くのがおすすめです。改札を出てすぐの横断歩道を渡り、高速バスターミナルバスタ新宿の方へ進んでいきます。バスタ新宿の右側の通路を歩いていくと新宿サザンテラスの遊歩道に到着です。遊歩道にはゆったりとした開放的なスペースにおしゃれなお店が並んでいます。待ち合わせに便利なカフェはもちろん、九州宮崎のアンテナショップなどもあります。
バスタ新宿や高島屋タイムズスクエアなどとも直結しているので、ショッピングや移動の合間に立ち寄りやすいスポットです。冬にはイルミネーションが装飾され、幻想的な空間になります。はい。続いてはスイカのペンギン広場です。交通系 IC カードのキャラクタースイカペンギンの像が設置されている歩行者広場で、新南改札を出た正面にあります。広場内は様々な植栽があり、落ち着く雰囲気。段差を生かしたウッドデッキに座ってくつろぐことができるため、待ち合わせや休憩スポットとしても便利な場所です。駅からは入線してくる電車が一望できます。周辺には百貨店など人気の施設までのアクセスも抜群のロケーションです。飲み物を片手に電車を眺めながらゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。続いては高島屋タイムズスクエアです。新宿駅に隣接し、南口のランドマーク的存在の老舗百貨店です。地上14階、地下2階でファッション、雑貨、飲食店はもちろん、インテリアやキッズフロアなどバラエティに富んだショップが集結しています。12階から14階のレストランツパークでは、新宿エリア最大の面積を誇る高層レストラン街として国内外問わず人気があります。高島屋タイムズスクエアへは新南改札から行くのがおすすめです。改札を出て左方向へ進みます。エスカレーターの右側にある通路を進みます。高島屋の2階 JR 口に到着です。駅直結なので雨の日でも安心です。南改札から行く場合、改札を出てすぐの横断歩道を渡り左折します。しばらく進み、高島屋の案内板が見えたら右側にある通路を進みます。エスカレーターの右側にある通路を進みます。高島屋の2階 JR 口に到着です。続いては新宿ミロードです。新宿駅直結の商業施設で、トレンドを抑えたファッションのお店のほか、レストランやカフェも豊富に揃っています。新宿ミロードへは南改札から行くのがおすすめです。改札を出て右手に進みます。少し進むと小田急線の南口改札が現れます。そのすぐ隣に新宿ミロードの入り口があります。 JR 以外の路線を利用した場合は、とりあえず JR 新宿駅南改札を目指すといいです。新宿駅南改札のすぐ左手にミロードのビルがあります。小田急新宿駅と書かれた入り口があるので、ここから入ってすぐ左手がミロード入り口のエレベーターです。続いてはニューマンです。ニューマンは高感度な女性向けのファッションビル。最先端のおしゃれなレストランやカフェ、テイクアウトで楽しめるフードのショップも揃っており、グルメ好きの男性も見逃せないスポットです。そうだね。ニューマンへはミライナタワー改札から行くのがおすすめです。改札を出ると目の前がニューマンです。南改札から行く場合、改札を出てすぐの横断歩道を渡り左折します。そのまままっすぐ進みます。途中ニューマンの案内板があるので、表示通りに右折します。左手にニューマンが現れます。続いてはルミネ新宿です。ルミネ新宿は新宿駅直結のファッションビル。
ルミネ1とルミネ2の2つの建物で構成されています。ルミネ1、ルミネ2へは南改札から行くのがおすすめです。南改札を出て右に曲がり、まっすぐ進んでいくとすぐにルミネ2の入り口があります。さらに進み、小田急線改札御ロードを通り過ぎ、途中にある10段ほどの階段を上がるとルミネ1の入り口があります。その他の行き方として、南改札を出て緑の窓口の角を左に曲がる方法、または東南改札を出て左へ U ターンする方法などもあります。続いては新宿駅西側周辺の主要スポット、東京都庁のツインタワーです。新宿駅西口から歩いて10分ほどの場所にあります。都営大江戸線都庁前駅からだとさらに近くなります。東京都庁舎内は一部を除き自由に見学できます。45階にある展望室は誰でも無料で行くことができます。地上202メートルの高さからは副都心のビル群をはじめ東京スカイツリーなどの名所を一望できます。冬の晴れた日などには遠くの富士山まで見渡せることもあります。展望室中央部にはカフェや物販スペースがあり、ゆったりとくつろぐこともできます。カフェの近くには都庁思い出ピアノが置かれており、誰でも自由に生演奏を披露することができます。続いては新宿駅東側周辺の主要スポットです。まずはルミネエストです。ルミネエストは主に若者向けのファッションブランドが多く入るファッションビルです。またレストランやカフェ、お土産も充実していて様々な楽しみ方ができる施設です。ルミネエストへは東改札もしくは中央東改札が便利です。東改札から行く場合、改札を出たらそこはルミネエストの地下1階のフロアです。斜め右方向に進むとすぐにルミネエストのエレベーターがあるので上の階へも行きやすいです。中央東改札から行く場合、改札を出たら正面にルミネエストの入り口があります。東改札からのアクセスと同じく、ここがルミネエスト地下1階のフロアです。続いては新宿伊勢丹です。新宿のランドマーク的存在で、国内百貨店の店舗別売上高で全国1位を誇る老舗百貨店です。東京都の歴史的建造物にも指定されている本館、飲食店を中心に多くのテナントが入る伊勢丹会館など複数の建物から成り立っています。新宿伊勢丹へは新宿駅から東方向の少し離れた場所にあります。地下通路でもつながってはいますが、東京メトロ丸の内線、副都心線、都営地下鉄新宿線の新宿三丁目駅で降りるとさらに便利です。続いては新宿丸井本館です。新宿に3つの店舗を擁する丸井の旗艦店で、地下1階から地上8階の全9フロアで構成されています。ファッション、生活雑貨、インテリア雑貨やカフェ、スイーツなどに加え、イベントスペースには期間限定ショップなどが登場し、いつ訪れても新鮮な気分でショッピングを楽しめます。新宿丸井本館は新宿伊勢丹の向かい側にあり、こちらも新宿三丁目駅で降りると便利です。続いては歌舞伎町タワーです。東急歌舞伎町タワーは2023年に開業した日本最大級のエンターテインメント施設。地上48階、地下5階建てでホテル、映画館、劇場、ライブホールなどが揃っています。1階
階から2階には多彩な飲食店が集結することから、早くも東京の新しいグルメスポットとして話題を呼んでいます。すぐ近くの新宿東宝ビルにはほぼ原寸大のゴジラもいるので、ぜひ見つけてみてくださいね。こちらがいます。続いては歌舞伎町です。歌舞伎町は大人向けのナイトスポットとしてよく知られている人気の歓楽街です。カラオケや居酒屋に加えてホストクラブやキャバクラなどの飲食店も多くあります。歌舞伎町の店の多くは夜になると営業を始め、街の雰囲気も昼間とは大きく変わるのが特徴です。また歌舞伎町繁華街の隣にはゴールデン街があります。狭い路地を挟んで木造長屋建ての店舗が約300店並ぶ昔ながらのレトロな飲み屋街。日本文化を身近に感じることができる人気スポットです。ではここからは新宿駅周辺のグルメを紹介します。まずはイートルミネです。イートルミネは JR 新宿駅改札内にて飲食店を中心に28店舗が並ぶグルメスポット。東京初進出の人気店や行列のできる路面店などトレンドグルメが駅中で楽しめます。こちらは日本最大級のパンのセレクトショップベーカーズシンフォニー。関東には美味しいパンがこんなにもあるをテーマに、東京、神奈川、千葉、埼玉エリアの街のパン屋さんのパンを集めた大人気のパン屋さんです。毎日日替わりで100を超える店舗から1000アイテム以上のパンが集まります。タッチバイプレスバターサンドはバターの和菓子をメインに扱うブランド。オリドラはもちもちのどら焼き生地に小豆のバタークリームがたっぷり入っています。甘納豆も入っており、シャリシャリとした食感のアクセントも楽しめます。八もなかプラリネあんはドーナツ型の和菓子。あんの上品な甘さとナッツの香ばしさ、コクのあるバタークリームのハーモニーがたまりません。日本の伝統菓子に洋の要素を加えた新たな感覚を得られるお菓子を楽しめます。丸三角四角は大阪に店舗を構えるタルト専門店。キューブパウンドケーキはパウンド生地にチョコレートをコーティングしたキューブ型のパウンドケーキ。片手でパクリと食べられるのが特徴。ビジュアルにも凝った可愛らしいタルトは見ているだけでワクワクしますね。こちらはお茶漬けおにぎり専門店山本山。元祖煎茶商が作るこだわりのほうじ茶だしがベースのお茶漬けと上質な海苔が香るお茶漬けやおにぎりを楽しめます。注文した海苔だく茶漬けは大量の海苔を乗せたご飯と、その横にはもなかの皮。こちらにほうじ茶だしをかけていただきます。温かいだしをかけると海苔の香りがより一層鮮やかに立ち上がります。海苔の風味を楽しみながらさらっと完食。老舗の海苔メーカーらしく海苔にスポットを当てた美味しいお茶漬けでした。続いては X ラット新宿サザンテラス店です。新宿サザンテラスの入り口にある究極のエッグサンドが楽しめる人気店です。カジュアルな雰囲気でカウンター席が24席ほど、1人でのランチにもぴったりです。新宿店ならではのおすすめメニューが日本限定ルート20サンドイッチ。
2種類の卵を一度に楽しめるのがポイントで、半熟のスクランブルエッグと半熟目玉焼きに加え、肉々しいパティもイン。荒々しいビーフの豪快な味を卵がまろやかに包み込み、ビーフの存在感とチェダーチーズの濃厚な味わいも両方感じることのできる一品です。続いてはルミネエスト新宿にある東京ミルクチーズ工場です。人気のソフトクリームはミルク、チーズ、ミックスの3種類。追加でチーズケーキが乗せられます。ソフトクリームはしっかり濃厚でコクがあり、添えてあるクッキーはチーズがたっぷり入っています。クッキーは別で販売されているので、そちらを買い求める方も多いです。続いてはギャップカフェです。新宿駅東南口すぐのフラックス1階にある洋服ブランドギャップと併設されている世界で唯一のカフェです。自然光が差し込むカウンターがメインの作りで、ちょっとした作業や休憩に使えます。おすすめはホットラテ。ホットラテは自動ラテアートマシーンで好きなデザインのラテアートができます。ドリンクに合わせて可愛いクマのドーナツの購入。こちらのドーナツにはチョコレートがコーティングされており、ふわふわの生地の中には北海道産のミルクを使用したカスタードクリームがたっぷり入っています。待ち合わせまでの時間にフラッと立ち寄れる便利なカフェなので、利用してみてはいかがでしょうか。続いては追い分け団子本舗。追い分け団子本舗は新宿3丁目にある老舗和菓子店です。お団子は熟練した職人がその日の朝に作られた出来たてを提供しています。メニューは定番からオリジナル、季節のお団子まで種類も豊富です。こちらはみたらし。団子はもちっと弾力があり柔らかく、香ばしい風味で甘みもありつつ、ほんのり塩味も効いています。こちらはよもぎ。あんこがきめ細かく、舌触りがとても滑らか。よもぎの香りとともにほんのり苦みも感じられ、そこにあんこの甘さが合わされば、みたらしに勝るとも劣らぬ美味しさ。甘さ控えめのあんこが風味豊かな国産よもぎの味わいを引き立てます。また塩昆布がついてくるのも嬉しいです。テイクアウトも可能で、丁寧に1本ずつ小分けされているので手土産にもぴったりです。続いては都会のど真ん中に広がるバリのリゾート空間、バリラックスです。新宿駅からすぐの立地にありながらも、高級リゾートの雰囲気を味わえるのが魅力のレストラン。ドラマや映画のロケ地としても使われます。細部までこだわったリゾート感の演出は、ビルの中にいることを忘れさせるほどの異空間。料理はインドネシア料理を中心に、アジア全般の料理がオリジナルアレンジされて提供されています。こちらは人気メニュー、ルンダン。ココナッツミルクをベースに独自のスパイスをブレンドした濃厚な味わいで、柔らかく煮込まれた牛ほほ肉が絶品です。またトムヤムチーズリゾットなどユニークなアレンジが効いた料理も豊富です。そう、自分で取るの。お子様
玉メニューもあるので家族で楽しめます。ラグジュアリーな空間で特別なひとときを過ごしてみてくださいね。いかがでしたか？今回は新宿駅について紹介しました。皆さんの観光のお役に立てれば嬉しいです。それでは今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。